高野豆腐。実は高野豆腐は乾燥状態なら木綿豆腐の約7倍のタンパク質、水で戻しても木綿豆腐の約 1.5 倍のタンパク質。ソイプロテインバーと比べるとタンパク質は少なめですが非常に低糖質です。糖質制限重視なら高野豆腐がおすすめです。実は高野豆腐は女性に嬉しい高イソフラボンな食品。骨粗しょう症の予防、更年期症状の緩和、美肌効果が期待されます。実は高野豆腐はカルシウムが豊富な食品。同量の牛乳と同等かそれ以上に効率よくカルシウムを摂取できる優れた食品です。実は高野豆腐は鉄分が豊富な食品。水で戻した状態で同量のほうれん草と同等程度効率よく鉄分を摂取できる優れた食品です。実は高野豆腐は偶然の発見。高野豆腐はおよそ800年前の鎌倉時代に和歌山県の高野山で生まれた氷豆腐が起源とされています。有力な説としては高野山の僧侶たちが食べ残した豆腐を冬の厳しい寒さの夜に屋外に放置してしまい、翌朝凍った豆腐を溶かして食べてみたところ、その独特の食感が面白く美味しかったことから食べられるようになったと言われています。では実食。高野豆腐豪快に食すべし。だしがしみしみでちゅわー。なんてうまいんだ。日本人に生まれてよかった。ごちそうさまでした。すべてに感謝。今後もこのような日本食を楽しめる情報をお届けしていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。